はいこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は APG のニューモデル Q1 Pro です。まとめて送ってもらった APG のレビューがこないだ終わったばかりなのにまた APG なの？まあそうなんだけど、ニューモデルで価格も割と手を出しやすいんでレビューすることにしたんだよ。それとポータブルヘッドフォンアンプの TP20 と TP30 も一緒に送ってもらってるんで軽くレビューしてみるよ。なんか今回は盛りだくさんですね。Q1 Pro は6500から7500円ぐらいなんだ。ってことはエントリーモデルから次のステップに進みたい人にはちょうど良さそうだね。そうだね。EPG の Q シリーズはダイナミックドライバーモデルのカテゴリーなので Q1 Pro もドライバーは 10mm ダイナミックタイプが1機、液晶ポリマー LCP とポリウレタン PU で作られた振動板は軽くて柔軟性があり音のディテールを再現できる。既存モデル Q1 のドライバーは 13mm PU プラスチタンメッキ振動板で低域寄りのバランス。上のグラフの通り音質の傾向は全くの別物だよ。ああ、ほんとだ。パッケージ内容はご覧の通り、まあ普通ね。ケーブルはマイク付き、マイクなし、ラック内蔵の USB Type-C から選べるよ。サイズは小ぶりで愛の耳にはぴったりで、片側 3.8g と軽めです。EPG ならではのフェイスプレートで綺麗ですね。先日 EPG と Tipsy のコラボモデルスター1を買ったばかりなので購入はちょっと慎重になりますね。イヤーチップの比較ね。10キロ以上でのばらつきがあるから広域調整用のデータとして使えそうかな。ファイナル E はいつもの感じで6キロあたりが絞られてるね。サウンドチェックと聞き込みはどれを使うの？バンドルイヤーチップの特性に近くいろいろなモデルに合わせやすいディバイナスベルベットを使うよ。はい、ベルベットね。ジャックさん、EPG のモデルの中で Q1 Pro はどんなポジションですか？気になるよね。レビュー済みの EPG6 モデルと比較してみたよ。まず Q シリーズの Q1 と Q5。Q1 はさっきもちょこっとグラフ出してるから別物だってことは分かってもらえたよね。はい、そうですね。Q5 との比較では 1kHz ぐらいまでは割と似ていて Q5 同様 Q1 Pro の低域はやや控えめ。次は 1DD プラス BA ハイブリッドの K シリーズで K1 と K5。これはほとんど似たところがないね。で、最後にこの2つなんだけど。ああ、これ割と似てますね。ってことはこないだ買ったスター1と同系統の音なのか。まあ確かに波形に似た部分は多いよね。でも低域や5キロ以上での出方の差はあるでしょ。そうですね。この中では G 点が一番明るめの音ってことになりそうね。この3本でサウンドチェックでいいのかな？その通り。音収録には EPG TP30 からの出音で収録したよ。あとケーブルはトリポウィンソルスティスを使用。はいはい。じゃあサウンドチェックいってみよう。音量上がるよ。
サウンドチェックどうだったかな？だいたい波形通りの違いが音に出ていたと思うんだけど。そうだね。スター1の低域が実機ではもう少ししっかり出ているなと思うぐらいで、それぞれ特徴は出ていたと思うよ。リケーブルしてから聞き込んだんですよね。そう、ナイス HCK グレークラウドで低域が少しパワフルになることを期待してみた。聞いた印象は価格がワンランク上のスター1と聞き比べながらの印象になるけど、最初に気づくのは低域がそれほど前に来ないってこと。量感とアタックがもう少し欲しいな。好みになっちゃうけど 80Hz あたり中心に2から3デシベルぐらい持ち上げると解消する。ああ、確かに低域の存在感がぐっと増して安定しますね。続いて中域。減衰は少なめだけど 200Hz あたりのレベルが低めなので、減衰の帯域幅自体が広めでスッキリ感はある。 E 級補正するなら80から 150Hz ぐらいでポイントを変えて試すと良さそうですね。だね。中高域は結構前に出てきて明るくはっきりしたサウンド。メロディー系はボーカル対バックと割とはっきり分かれて聞こえる。スター1だとうまく混ざるというか、ボーカルが楽器の一部というようなバランスで聞こえるので、スター1よりボーカルがもう少し前に出てほしいという人には合うでしょう。スター1の聞こえ方に比べ広がりより解像感優位な感じですね。そうだね。バランスがやや広域寄りなので解像感、分離感は高め。シンバル系が極端に前に出てきてうるさく感じることはほとんどない。広域がきつく感じる場合はファイナル E を使うと波形の通り少し落ち着くよ。ジャックさんの場合、全体的には低域の補正と6キロ付近の調整でよりバランスが整うということでいいんでしょうか？そう思うよ。とはいえデフォルトのバランスでバッチリの人もいるはず。小ぶりで6000円台で割と手を出しやすいんで、音質の傾向が気に入ったら持っててもいいんじゃないかと思うね。最後に冒頭で触れた通り、ポータブルヘッドホンアンプ EPG、TP20 と TP30 をざっくりチェックしてみた。なんでざっくりなの？発売から1年弱経つことや、ニューモデルの TP20 Pro と TP50 が出てるから、これから買うならやっぱニューモデルかなと思って。そうなんだ。サウンドチェックで TP30 からの音を収録してみて、レオトはいい感じだったし、DSD も一通り再生してみたけど綺麗に出てた。 TP20 の方が手の出しやすい価格だけど、スペックは TP30 の方が上で価格差もある。詳細は上の比較を見てもらうとして、今回はどっち買おうかっていうシチュエーションで聞き比べてみた。音質的には TP20 だけ聞いてる分には特に不満はない。比較すると TP20 の方がパンチはあるけど、 TP30 の方が少し広域がはっきりしていて細かい表現まで出せている印象。サブスク音源を低ビットレートで聞く程度なら TP20 で良さそう。音源含めもう少ししっかり聞きたい場合は TP30 でしょうね。まあ当たり前のことしか言ってないけど、どちらかといえば TP30 買っといた方がいいかも。 TP30 のゴールドカラーはちょっと躊躇しちゃうけどね。まあね。あとどのぐらいの頻度で使うかにもよるよね。ニューモデルを含め EPG だと4種類の選択肢があるのでチェックしてみてもいいかも。ということで今回はヘッドホンアンプもさらっと見てみました。愛は Q1 プロ買う？スター1持ってて傾向が似てるから今回はスルーかな。でもいいモデルだと思ったわ。そうだね。ということで EPG Q1 プロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。